今日はですね、16号整形外科診療ナビということで、ナビゲーション、要は16号整形外科、私のクリニックではいろいろな、診療の中で患者様とのやり取りや診察行為、検査、そして治療があるわけですけれども、その一つ一つにどんな意味があるのかっていうことを、丁寧にこれから解説していきたいと思うんですよ。でその第1回目のシリーズ第1回は問診ということでお話をしたいと思います。病院に行くとどんなことをさせられるのかなとか、どんなことを聞かれるのかなとか、どんな治療するのかなって、もちろん具合が悪いから病院に行くんだけれども、ちょっと懸念というか心配とかないですか？やっぱりどんなこと聞かれるのかなとか、何の答えていいのかなって。答えていいのかな、なんか不安はありますよね。そうなんですね。聞かれたことを答えればいいんだけど、なんかそこには患者様っていうのは心配があるわけですか？どういうふうに答えたらいいのかな、どういうふうに答えたら考えますかね。そうなんですね。ということで、病院に行く前に、このお話を聞いていただくことでより良い回答ができて、より良い医師とのコミュニケーションができて、そして自分の体のことがきちっと伝えられて、そしてより良い治療が受けられるってなることが大事だと思っているので、今日はちょっとこのテーマ問診ということでお話をしていきたいと思います。問診ね、ちょっと絵描いてみたんですけど、これ私ですね。私がピーチクパーチクいろんなことを聞きます。患者様はそれに対して答えます。これってね、語り、わかります？語る、語りなんですよ。語るっていうことがすごく大事なんですよね。お話をするっていうことですね。ある心臓血管外科医はこんなことを言ったそうです。きちっと患者様のお話、語りを聞けば8割方心臓の病気っていうのは診断がつくと。これは決して心臓血管外科だけじゃなくて、私は整形外科でもそれは十分考えられるなと。もちろんね、怪我とか、画像を撮ってレントゲンで骨折がありますよとか、 MRI でヘルニアがありますよっていう画像診断もあるんだけれども、いつどんな症状がどんな風に出たか、そして今からお話しするたくさんの情報を聞くことによって、ある程度私の頭の中でいろいろなこれまでの知識とか治療の経験をもとに診断ができるわけです。だからとってもこの語り、要は問診といって問う診察、言葉で聞く診察っていうのもとても大事なんです。どんなことを聞いていくかっていうのを話します。ちょっとキリがないほどいっぱい聞きたいことあるんですけどね、まず現状の症状について、そして起応歴と読みます。起応歴、ご本人の患者様自身のこれまでの過去の起応歴、今どんなお薬、服用中の薬、注射など薬剤ですね。それからその方のアレルギー、食べ物のアレルギー、薬のアレルギー、皮膚の接触アレルギー、いろんなアレルギー、そして家族歴、本人のことだけじゃなくて家族のことも大事なんですよ。そして生活習慣、趣味、体格変化、旅行の趣味、最近の変化なんてことがあります。ちょっとね、この上から見ていきたいんですけど、現状の症状について、例えば、そっか、 M さんは背中が痛いですよね。肩甲骨ですかね。その肩甲骨の痛みっていつからありますか？どんなふうに症状が出ましたか？どんな時間帯に痛いですか？どのぐらいシビアに強い痛みなのか、軽い痛みなのか、どんな感じ、ピリピリ、切るように痛い、熱を持ったように痛い、いろいろありますよね。そういうことを細かく聞いていく現在の症状について聞くことなんです。起応歴、これまでのどんな病気持ってますか？病気は持ってたことないですかね。ほとんど治療したこともない。さすがに若いので大病はしてないっていうことですね。じゃあ起用歴はないですね。お薬今飲んでますか？
薬も飲んでないです。何にも飲んでない。はいはい。例えば、血圧の薬とか、コレステロールの薬とか、糖尿病のお薬とか、患者様は今日この病院に来た病気の治療のことだけじゃなくて、他の病気も持ってると他のお薬も使ってたりするわけなので、そのお薬の相互作用、今日当院で出すお薬と今まで飲んでるお薬の相互の作用もあるので、これとても重要なんですね。今ね、薬手帳なんていうのがあって、その中に、結構細かくシールを貼って今飲んでるお薬分かったりもしますし、マイナンバーカードでマイナ保険証っていうのもあって、今自動的にそういったものが分かるようにもいろいろ便利なシステムがありますので、とにかくしっかりと医療機関がその薬の内容、飲んでらっしゃる薬を知るっていうことはとても大事です。はい。また注射などもありますのでね、注射もこういう病院でこういう科でこういう注射やってるみたいのがあったら教えてほしいです。アレルギーありますか？もう自分はハウスダストですかね。ハウスダストね。はい。アトピー体質アトピー体質ではないです、ではないですか。はい。じゃあある時期だけ、なるっていうよりもハウスダストで年中ちょっとほこりとかがひどいと、はい、咳出ちゃったりわかりました。はい。家族歴ね、お母さん、お父さん、お姉さん、お兄さん、どうですか、ご病気？病気は聞いてないですかね。はい。あまり大きな病気はされてない。はい、了解です。はい、今度ね、ここ一番もしかして大事かもしれないんだけど、生活習慣です。例えばこの肩甲骨が痛いっていう時に、今まで私姿勢が大事ですよって言ってきましたよね。例えば生活習慣の中で家の中が和式スタイルなのか洋式スタイルなのか重要なんですよ。パソコンに向かう時はどういう姿勢ですか？パソコンに向かう時は、椅子に腰掛けてまっすぐしてますけど。テーブルは？テーブルも目線に合わせてますね。ちゃんと高さも合わせている。はい。スペース的にもそんな狭いスペースじゃなくて、ちゃんとゆとりがあって資料を広げたり、こんな狭いところでやってるってわけではないですか？了解です。明るさなんかもちゃんとパソコンやるにふさわしい、見えにくいとかそんなことはないですね。明るくしてます。してますね。はい、わかりました。次です。趣味です。はい。パソコンに向かってるっていう時間はある程度長いかもしれないけど、それ以外にですよ、スマホ、ゲーム、それ以外の何か、ネット、いろいろ趣味とかありますか？散歩ですかね。散歩、素晴らしいですね。そういう例えばうつむいて室内でやるような不良姿勢になりがちな趣味ではなく、外に行って歩いたりとか、健康に気分転換をしたりとか、そういう趣味があるんだな、それは病気の治療としてはいいことだなっていうのを判断してるわけですね。はい。最近体格変化ありますか？身長はもう変わらないけど体重の変化。そうですね、5キロ太ったり痩せたりがこの1年ぐらいであったかなって。5キロも変化した。わかりました。例えばその体重変化っていうのが、何から来てるのか。病気で痩せる場合もあるし、ただ単に食べる量が増えてしまって太ってしまうこともある。あとはその体格変化が何か運動や今回の病気に関して、背中の痛みに関して関与している可能性もあるわけです。だから情報として大事なんです。次、旅行。なんで旅行のこと聞くか分かります？何ですか？例えば肩甲骨の痛みだとすると、旅行に行くと重いものを持ったりしますよね。はい。リュックを持つ、重いカバンを持つ、いつもと違う行動が入ってくるわけです。また例えば長時間の海外への旅行で飛行機に長い時間乗ってしまう、新幹線の長時間の乗車、車移動、いろんなことがいつもと違うことが起こるわけです。そういった時は体に負担がかかるので症状が出やすいわけですね。というような、旅行に最近行きましたかみたいなことも関与します。ちょっと余談ですけど、例えば感染症の診断をする感染症内科などでは、海外への渡航歴、例えば発展途上国への旅行みたいなところで、マラリアとかあんまり今ないですけど、そういう感染症に合ってないかみたいなことで聞く場合もあります。はい、最後にとにかく最近の変化、これ大事なんですよ。
ね、患者様はよく突然背中が痛くなったんです。1ヶ月前から痛くなったんです。この1年間痛くなったんです。いろんな時間的な経過が考えられるんですが、特に昨日から、2日前から最近の変化何かありますかと聞くと、その中に症状を出している原因が探れることがあるんですよ。同じ生活をしてたら起こんないことなんだけど、あるところでちょっと違うことが起こったりすると症状が出やすい。例えばパソコンを買い替えた、テーブルを買い替えて高さが変わった、姿勢変わりますよね、負荷かかりますよね。子供が生まれた、赤ちゃんを抱っこすることが多くなった、抱っこおんぶ多いのでどうしても重みがかかる、前かがみの姿勢が多い、それが最近の変化っていうことです。問診ってすごくないですか？はい、なんかすごく大事ですね。大事ですよね。必要な情報を聞いている、聞いている、はい、もうね、キリないんですよね。でも逆に言うと、痛みとか症状の犯人探しのためにはこういうことをきっちり聞いていくと、それが原因ですね、可能性がありますね、それをやめてこういうふうに変えましょうっていうお話ができると、薬を出さなくても注射をしなくても良くなっちゃうことだってあるんです。だから問診はものすごく大事なことなんです。なんか質問あります？そうですね、今これちょっと聞いてて思ったんですけど、職業とかスポーツはないんですかね？失礼しました。実は、問診票っていうのがあって、その当院で言えば問診票の一番上に、ここに職業欄っていうのがあるんですよ。はい、職業はとても大事です。はい、職業もちろん細かく聞いてきます。例えばデスクワークとかいう簡単なことじゃなくて、デスクワークの中でも時々重いものを持ちますかとか、はい、ちゃんと、デスクでやってますか、リモートワークですか、会社に出社していますか、そんなことも聞いています。はい、あとは母が手がしびれたりするんですけど、そういうのはやっぱりこの家族歴とか関係あるのかな？いい質問ですね。はい、お母様が、手がしびれる、手がしびれる原因もいろいろあるんだけれども、例えば首からも手がしびれるっていう頸椎のヘルニアや頸椎症などでも起こることがあるんですね。首っていうのは別に遺伝病ではないけれども、生活習慣、そして遺伝的なお母様からもらった遺伝子で体が構成されているので、例えば椎間板が弱かったりみたいな質の問題っていうのはある程度親と似たりします。そういったことでお母様に椎間板ヘルニアがあり、息子様にも椎間板ヘルニアがあって、お母さんの症状は手のしびれだけど、息子様の症状は背中の痛みになってる。症状の出方は違うけど病気は同じなんていうのもあるので、ある程度そのお母様の症状も強かったりした時には、母が手がしびれて首のヘルニアと診断されてますみたいなことは有用な情報です。ありがとうございます。ありがとうございますね。今日はこの問診ということで、16号診療ナビ第1回問診、これだけでも結構ヘビーでしたね。はい、結構内容っぽいですね。大事ですね。でも私はこういった問診ということがとっても大事だと思っているので、今日はしっかりお話をさせていただきました。はい、次回は触診、触る診察ということで楽しみにしていてください。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。